こんにちは、まみきさんです。今回は7月8月をどのように過ごしたかをちょこっとお見せしますね。庭の野菜たちがどんどん実ってくる季節です。中にはズッキーニやオクラなど1日見逃すと大変なことになってしまうものもあります。今回はトマトがたくさん取れた日の様子です。水洗いをした後、丸ごとミキサーにかけます。冬から来年の収穫までの間、トマトソースを作る時のために保存します。鍋に移して火にかけます。塩を入れ、沸騰すると泡吹くになります。弱火にし、泡が落ち着いたらボトルに移します。トマトソース専用のボトルにローリエの葉を1枚ずつ入れています。鍋に水をボトルが半分隠れるくらい入れ、火にかけ、沸騰してから15分から20分ぐらいグツグツさせて脱起します。火を消したらそのまま一晩かけて冷まします。今回は7本分でした。階段の下に収まるだけここに加えていきます。地元で1週間のオープンシアターがありました。この日は世界中を回っている大人気のクラウン2人組バッカラクラウン。私は10年ぐらい前から場所を変えてはすでに3回も見に行っています。観客を巻き込むこともあり、ちょっぴりドキドキする。言葉を発しない誰もが楽しめる舞台です。ずっと笑いっぱなしでした。ロカルの映画祭、今年で76回目。各国のまだ未明なアマチュア映画からハリウッド映画まで街全体を使って上映されます。この日は知り合いが出演しているベルギーの映画を見に行きました。こちらはパラチネマ。言語がフランス語で字幕が英語とイタリア語だったので理解するのに忙しかったです。ピアッツァグランデ。夜になるとこの広場はオープンシアターになり、注目の映画が上映されます。俳優や監督の舞台挨拶があり、メインイベントです。夜はその他にも各場所でイベントがあり、この日は旧市街にあるテアトロパラベントに行きました。映画祭の期間中は毎晩ライブがあります。海外生活している人はシソ栽培している人多いのではないでしょうか。どんどん葉が増えていくので、どう使おうかいろいろとチャレンジ中。こちらは去年の春に仕込んだお味噌です。もう
すでに3分の1ぐらい使っちゃっています。マヨネーズ、ごま油、そして蜂蜜。一旦かき混ぜます。一味唐辛子、ここで先ほど刻んだしそを加えます。すりこぎで時間をかけてすった黒ごま、くるみ、松の実を小さじ1杯。こちらはいろんなものに使えるので常備しています。そしてまた混ぜます。サーモンに刻んだニンニク、ラー油を3滴、お酒の代わりに白ワイン、そして出来上がったペーストを塗る。もう少し少なめでもよかったかもしれません。ホイル焼きにするのでオーブントースターへ。10分から15分ぐらいですかね。はい、いただきます。待ちに待ったジョージのコンサート at ミラノ。21時半開演だが、18時半頃から1時間並び会場へ。まだ人は少ない。この日はおそらく今年の夏一番の暑さ。38度のミラノ。恐ろしい暑さにも負けない熱い声援。想像していたよりもはるかに楽しく盛り上がったコンサート。観客みんな目も心もハートになっていたのを体感したよ。ジョージ素敵。次は枝豆。食べきれない分は IKEA の袋に入れて冷凍します。今夜はじゃがいもを使いたいので、マルコが建てたカンティーナをちょこっとお披露目がてら一緒に行きましょう。
入り口は城跡っぽい感じ。じゃがいもは土をつけたまま保存しています。このアーチ型のトンネルを作る作業は今思い出してもすごい仕事っぷりだった。次の収穫はぶどうかな。はい、というわけで2023年スイスの夏の過ごし方の一部をご覧いただきました。毎年6月頃からいろんなイベントが開催されるのですが、今どれかに行って楽しんでおかなければという思いに追われます。なぜなら冬になってしまうと一気にシーンとした環境になっちゃうんですよね。そんな中野菜たちは大量に実るので、そちらも追われるように収穫をして食べきれないようなものは保存できるように準備をしなければならない夏です。先ほどご覧いただいたように今年の夏の大イベントジョージのコンサートに行ってまいりました。で会場でこちらのT シャツをゲットしました。最新アルバムスミドリンのアルバムの中の写真をプリントしたものになります。久しぶりに会場みんなが一体になったコンサートに行き、今でも余韻に浸れるぐらい心が熱いです。皆さんはどのような夏を過ごされたのでしょうか。よろしかったらコメント欄の方で教えてください。これからもスイスのライフスタイルを少しずつお届けしようと思っております。また次の動画でお会いしましょう。まみくさんでした。